何のために書くんだろう、私は何を書きたいんだろうっていうものが見つからない。なぜインドに行ったかというと、先大学の先輩が冬休みにインドに行って、もう鼻高々にインド行ってきたぞっていうので、すごくインドからエネルギーをもらって、もう景色の壮大さ、それからもう見るもの、すべて面白くて、通信手段はお手紙か電話。毎日ね、一つ何かやれたらいいねっていう感じで。手廊下を踊ってる時に煙が漂ってみたいな表現をする時に本当に先生の指先からね、あの煙と香りが漂ってきたのね。30過ぎて初めてこの踊りに出会って、でそれから一度も嫌いになったことはない。一度もやめたいと思ったことはない。何がそんなにインドに、先生にとってその魅力を。今日は南インド古典舞踊家バラタナティアムダンサーであり、1987年よりインドへ渡り長年、インド舞踊を指導されているマチコ・ラクシミー先生にインタビューのお時間をいただきました。ありがとうございます。先生の著書である魅惑のインド舞踊バラタナティアムを踊る出版新書1997年発行はインド舞踊を始める人のバイブルとなっております。私は先嬉し生にい。2000年に入門してから2005年までインド舞踊をご指導いただき、私がインド舞踊の世界に魅了されたのも、町子先生の魅力と人柄にすっかり虜になってしまい、楽しくご指導いただいたからだと思っています。本日はよろしくお願いします。どうもありがとう。エリナちゃんが、はい。お教室に入ってきた時は、もうなんか、すごくその場が明るくなってね、もう、先輩も私たちも本当にみんな楽しく練習できました。うん、ありがとうございます。では、簡単に自己紹介をお願いします。はい。私がインド舞踊に出会ったのは、日本で、シャクティっていう方の、ワークショップがあって、そこに参加したのが初めてなんです。それまで体を動かすことってほとんどやったことがなかったんですけど、あの、本当に、カッターダウンがすごく快感で。で、これやりたいなと思ったんですよね。で、その前に、インドに、旅行して、ちょっと1ヶ月くらい、北インドだけを回ったんですけれども、うん、えーすごくインドからエネルギーをもらって、なんとなく、自分の中で閉塞感があって、なんか自分が、これからどうしていいのかな、わからないみたいな、ちょっと行き詰まりもあったんですけれども、インドに行っても、インド人のおおらかさとか、本当にもう景色の壮大さ、それからもう見るもの、すべて面白くて、本当になんか、もう、糸抱えてあるとね、看板に糸抱えてあると、なんだろうと思って、そうするとね、板とかね、違うものだったりするんだけど、もうとにかく、もう、いっていうカタカナを見るだけで興奮するくらい、なんか、インドに、心惹かれて、で、そこで、参加したワークショップが本当に面白くて、なんか、こうやってみたいなと思ったんですよね。で、たまたま一緒に、入った仲間の人たちも、インド舞踊が好きで、一人だったら、あんまりそこまでいかないかもしれないけど、みんな相乗効果が高まって、インド熱がすごく私の中で上がって。で、一人と、あの、久しぶりにまたインドに行こう。インドで、古典舞踊というものを見てみようって、初めて、古典舞踊を見るきっかけになったツアーを、二人で企画したんです。それで、87年の1月に、コルカッタですね、から入って、南インド、えー、ベンガル特急だっけ20何時間乗る電車に乗って、チェンナイに着いて、その時はまだマドレスだったんですけど、で、
こう踊りを見ようと思ったら、ちょっとシーズンが外れてて、あんまりなかったんですよね。1月の終わりだったので、ポンガラまでのこうコンサートはほとんど終わってて。で、でもカラクシトラ行ったり、ちょっと子供たちのアランゲトラも見たりとかね、結構楽しく、ますます、この踊りをやりたいなっていう気持ちになって、本当に、やりたいっていう気持ちだけがもう、先行して、こう、なんか、もうとにかく好きさえあれば踊りたいっていう気持ちは、本当にね、ずーっと継続してて、今でも好きさえあれば踊りたいなと思う日々。で、毎日、今日は何を踊ろうかなとか言って、結局私の後半の人生は、それまでインド舞踊に関わっていなくて、本当に30何年、いくつでインド舞踊に出会って、後半は毎日踊ってますね。インドに行く飛行機に乗らない日以外は、あと、病気で入院した時、リハビリしてた時以外は、本当に、1時間でも踊るっていうのが私の、こう、楽しいという感じです。本当に、なん小でしょうね。さい頃から踊りに興味はあったんですか？全然です。全然踊りも、エレメントの美術大学ですよね。私も、絵が好きで、美大だったんです。で、体を動かすことっていうのを、ほとんどしたことがなくて、えーうん、水泳とね、太極拳くらいかな。あ、太極拳はね、台湾に行ってやったことあります。あ、そうですか。うん、そうなの、台湾なの。で、そのそう。ように出会ったのね。うん。ああ、そう、70だから、年代って、インドヒップうん。ブームありましたよね。なんかそれ、ちょっと、なるんだい。70年代にインドヒッピーブームみたいのありましたよね。それは影響ああ、ありましたか？それはね、ないです。あ、全然関係私は、ない。インド、ビートルズだとかいろいろね、こう、あって、カルカッタで最初に泊まった、サルベーションのドミトリーでもそういう、なんかもうインドにずっと続いちゃってるような、もう、サリー着て裸足で歩いてる西洋人の人とかね、たくさんありましたけど、私はそういうのには、あんまり興味なくて。で、なぜインドに行ったかというと、大学の先輩が冬休みにインドに行って、もう鼻高々にインド行ってきたぞっていうので、私も、インド行こうと思っていた感じ。うん。何がそんなにインドに、先生にとってその魅力をたんですかね。どこら辺が。あのね、みんな、こう、自分らしくていいんだよ、みたいなところ。そう、こうでなくちゃいけないっていうのがなくて、で、例えば、何か、例えば、クラモコネ先生のところに着いたときに、いろいろ、やったりするときに、私はこれはやりませんって言うと、あ、じゃあ、あなたはやらなくていいみたいなね、自分の、やらないことは、ちゃんと受け入れてくれる。で、これは食べれませんとかね。食べるものからして、まず、ね、無理強いしないし。個人の自そういう由を尊重する。そういうところが、なんか、初めてインド行った時に、本当に、感じて、で、気持ちが自由になれる場所だなっていうのがあって、だからインド舞踊に出会う前に、もうインド自体が、なんか、すごく居心地のいい場所だったんですね。うん。それでインドに行きたい。また、なんか、こう、チャンスがあれば行きたいなっていう感じだったところに、インド舞踊に出会って、よりインドへ行きたい熱っていうのが、ムサビの芸術大学の現あれ、在の先生、油絵科でしたっけ？油絵です。ああ。で、そのそう。時に何をもやもやされてたんですか？だからね、自分の中でね、あの、こう、やっぱりね、
何のために書くんだろう、私は何を書きたいんだろうっていうものが見つからない。そう、やっぱりね、自分のテーマっていうのは大事よね。えーこただこ上手に書けてもしょうがないし、そっくりに書けてもしょうがないし、自分が何をこの油絵っていう媒体を使って表現したいのかっていうのが、本当にこなくて、要するに自分がまだね、そういうものを持ってなかった。うん。で、あのーそういう時に、なんかそういう、体を動かすことで、なんか、もやもやしてるものが忘れちゃう。うん。ちょっと悩んでることも、生徒さんたちも言うけれども、ちょっとなんか、思い悩んでることも、練習してると、ステップが難しいとか、立ったら大変とか、そういうことで、そちらの方に神経がいって、あ、今日私、実はね、ちょっとなんか悩んでたことがあったんですけど、もういいやっていう気持ちになりましたって言われるんです。でも、だから、なんかそういう意味で、まず体を動かすっていうことがすごくいいなと思います。そして、ステップが難しいっていうところもいいなと思って。そして、何よりも、表現をどん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 いろいろ覚えて、知識を得て、いろいろ経験すると、表現が、自分の中で自在に出てくる。だから、同じ曲を、何年か前にステージで踊ったのを見てみると、ああ、なんか、恥ずかしいっていう。うん。もう少しここ細やかにやれないのとか、なんか、ちょっと、振りだけに、捉えられてるなとか、そういう感じしますね。初めて、うん。今は全然もう何ですかね、ネッうん。トで、うん。でも情報をね、探せるし、もう Google マップとかもあるんですけど、うん。もう先生の言った時はもう全然違うと思うんですけど、初めてそのインド舞踊を習った時のこととか覚えてますか？インドで、日本で、インうん。ドで。インドで、海外旅行に行くことも、もう本当に大変そう。じゃないですか。昭和だからね、平成じゃなくて、私が行ったのは昭和なの。まだエリナちゃん生まれてなかったんじゃないかしら。そう。昭和です、私。昭和なの嬉しいわ。もう、本当にね、もう昭和どっぷりの人だから、えー通信手段はお手紙か電話。で、電話は高い。今みたいに、無料で電話なんかできなくて、国際電話っていうのはすごく高かったのね。で、インドに行くとき、まず、初めてその先生に就いたっていうのは、お友達のおかげなんです。私のお友達でヨガを教えてる方がいて、彼女もインドが好きで、インドに行きたいなと思ってた時に、ちょうど知り合いの日本に住んでるインド人の方が、先生を紹介してくださったんです。で、私たちは会ったことないけど、その方は、知人を通じていい先生だって知ってるよっていう、まあ、すごく怪しいんですけどね。先生を直接は知らないけど、先生の知人を知ってるっていうことで、紹介状を書いてもらって、先生の生徒さんのアランゲートラブのハガキを1枚持って、チェン内に2人で行きました。で、それを握りしめていったんですね。そうそう。で、なんかね、アランゲトラムのこんなハガキに、先生と生徒が写ってる写真があるんだけど、今みたいに、印刷も良くなくて、なんか先生の顔真っ黒。なんかよくわかんない、表情もわかんない、怖そうっていう感じでね、二人でどうなるのかしらね。でも、とにかく憧れのチェン内に来たから、まあ、なんとかなると思って、先生の住んでるインディラナガールの近くの、ユースホステルにと泊ま、泊まったんですよね。で、知人の方がちょっとお世話をしてくださって、先生に会いに行くのが、まだね、何日後かで
っていうことで、せっかく来たのに何日間もなんでここにいるんだろうっていう感じで、ユースホステルで、周り、インディアナガールの、あそこら辺知ってるでしょ、カルクステラの近くで。で、あの頃はもっと何にもお店がなかったの。道幅が広いだけでね、本当に、私たちがね、こう、ちょっと、こういう、ぶらっと入れるようなカフェみたいなのもないし、立ち飲みチャイ屋とかね、朝ごはん食べるちっちゃな、ホテルとかそういうものしかなくてね。うん、で、そこで、ちょっと、ユースホステルも、旅行シーズンが外れてたから、二人しかいなくて、宿泊客が広いところに、ね、なんか置き去りにされたような感じでいたんですけど、いよいよお迎えが来て、先生のところ行ったらね、先生の生徒さんがいっぱい、ダサラの初めの日だったのね。それで、皆さんが先生にご挨拶に来て、お稽古事をね、やるっていう日だったので、私たちもお供物持って、行ったんです。で、レッスンはもちろん何もなくて、ひな飾りが飾ってあって、本当に、そのインドの行事の知識もなかったし、何が何だか分からずに、私たちは一体何しに来たんだろうねと言いながら、一人だったら泣いてましたね。でも二人だったからね、まあなんとかっていう感じで。うん、それで、その翌日、初めて二人だけで先生のところに行って、お稽古というかね、先生も、なんか、大人、大人っていうか、二人とも童顔だったのでね、いくつくらいなんだろうな、でも子供ではないし、なんだろうなっていう感じで、お互いに、相手を探りながらのレッスンの始め。じゃあ、ユースホステルに泊まりながら、そのままずっと。その時はユースホテルに、先生の家の近くだったからね、今もあるのかな、ユースホステル。ね、大通りの、うん。そこから先生の家がすぐ近く、歩いて5分くらいのところだったので。うーん。で、その、後に、私は、その前に泊まってた、マハボディソサエティって、ケンネットレーンのところにね、移って、そこのお部屋を、借りて。ユースホステルは要するに、ドミトリーだから、もうベッドはいっぱいあるけどね、個室ではないし。うん。もう本当にチャレンジャー、うん、先生。もう、本当にね、何が何だかわからない。もう、毎日ね、一つ何かやれたらいいねっていう感じで。そうですね、ゆっくりですもんね、進み方。びっくりでした。本当に今よりもゆっくりで。でも、多分ゆっくりした時間が良かったのかなとも思います。今、ちょっとやりたくてもやれない。うん。そうですね。それで、先生から、シュローカとか、エリナちゃんも、教室で最初やったね、フォービートとかそういうものを習って、うん。あ、さっき言ってたのは、ながらじゃん先生でしたっあ、け？そう、長谷先生です。ね。その、ね。長谷先生のところで何年かやって、アランゲートラムとかチダンバラムとか経験させていただいて、で、その時に、私の中でやはりもう一つ、アビナヤが下手。そう。なんか、アビナヤを、もっと、理解して、綺麗に踊りたいっていうのがあって、で、そこでバサンタ先生とお会いして、先生に習うことになったんです。で、長良先生とバサンタ先生と、長良先生がその後2年後くらいにもうアメリカに行かれちゃって、それまで、二人の先生から習っていました。先生の舞台を初めて拝見した時のことをうん、忘れられないんですけれども、その先生のそのアビナヤは持って生まれたそのものかと思ってたんですけれども、先生うん、のアビナヤの深さや表現力はどこから来ると思いますか？なんかたくさんダンスを見てきた積み重ねなのか、そのうん。
そのバサンタ先生に会って、いろいろ習ってきた経験からだと思いますか？ああ、両方ありますね。こう、一度、インドでやっぱりインタビューを受けたときに、アビナヤが不得意だっていうことを言ったら、その、インタビュアーの方が、そんなことないわ、みたいなことをおっしゃってくださって、あなた自身の中から出てくるものがあるから大丈夫よ、みたいなね。うん。で、その時に、他の、こ方法を、要するに手段、山に登るんだったら一つのルートじゃなくて他のルートからも登れるでしょみたいなことをおっしゃってで、じゃあちょっと他の先生に習ってみてもいいかなと思ったのがきっかけだったんです。もともと自分の中でお芝居みたいな、お芝居ごっこが好きだったみたいな、子供の頃の記憶があって、で、それにプラス、最初の本当に、何年間かは、シーズンのコンサート、本当に私よく見たなと思って、お稽古もそんなに大変じゃなかったし、時間がいっぱいあったので、一日、いくつもね、見たり、して、いろんなダンサーのを見て、そういうこともあったし、あと、バサンダ先生の表現力、アビナの表現力も素敵で、私一度、すごくね、先生のアビナヤで感動したのはね、あの、シュローカを踊ってる時に、その、お線香の煙が漂ってみたいな表現をするときに、本当に先生の指先からね、あの、煙と香りが漂ってきたのね。で、なんかこの、なんかさりげない、その、お線香を立てて、香りがふーっと出ていく、あれを自分の目で見て、素敵だなと思ったの。うん。だから今でも、お香を焚くたびにね、その時のなんか、衝撃というか、うん、なんか、すごいなっていうのは思い出しますね。ううん、ん。うん、で、そういういろんな、あの、うん、いいアビナヤを見て、そういうものが先生の中に蓄えられて、また先生から表現されるっていう。もっと出していきたいと思うし、まだまだなんだけど、そう、やりたいです。で、日本に帰られて、はい、お教室を、することになったと思うんですけれども、で、私が先生のお教室にいた時に、初めのはい。頃からすごく曲で楽しく踊らせていただいたので、それが後々私のインド舞踊を楽しく続けられた秘訣だと思っているんですけれども、嬉しい、ありがとうございます。何か指導する時に気をつけていることはありますか？これは本当にね、今でも課題。うん。うん、あのやっぱりね、基本は大事だし、体の体幹作ったりね、しなきゃいけないし、だけど、あんまり、そういう、地味なことばっかりやってると、楽しさも覚えないままにやめちゃう人もいるし、で、本当にどの先生も悩んでらっしゃると思います。うん、あの、本当にね、あの、お教室をやらせていただいたので、成長できたって思ってます。あえの、ー、教室をやらないで、自分だけで練習してたら、感じなかったことやわからなかったこといっぱいあると思うんですけれども、あの、とにかくね、結構、いつから始めたのかな？ 92 年にアランゲトラムしたのかな？で、93年日ダンバラムで、95年からバサンタ先生に習うことができて、で、エレナちゃんは2000年くらいに、そうです。うん入ってくださったのよね。で、97、8年、8年ぐらいから新宿にあるカルチャーセンターでやることになったんだけども、その頃ってね、カルチャー熱がすごくあった。
カルチャー熱っていうのもおかしいけれど、えっと、今よりもカルチャーセンターが活発で、活動が活発で、通う方も多かったと思います。うん。すごくね、多くて、たまたま、私が一人で練習しているところを見かけた方が、初めて見る踊りだけどっていうことで、インド舞踊なんですよって言ったら、その方がカルチャーセンターの新しい講座開設の仕事に携わってる方だったんですよね。それで、後日、連絡があって、教えることになって、で、もう私も、こう、たくさんの人に教える経験が初めてで、それまで、友達でちょっとインド舞踊やってみたいっていうことで、練習場に一緒に来てね、こう遊びながらやってたことはあったんだけども、とにかくその教室行ったら、募集をしたらね、一気に40人くらいいらして、そう、それで、何から教えていいのか、もう本当に、生徒も初心者、先生も初心者で、初心者同士がもうどうしようかなっていう、エレネちゃんが入る何年か前のね、初めての教室、大変でした。で、インド舞踊に漠然とこう、オリエンタルななんか、ムードのあるものをイメージしてた方は、次のサイクルの時にはもういなくなってるし、また新しい方が入ったりとか、そういうことを繰り返して、少しずつ定着していった頃が、エリナちゃんが入った頃じゃなかったかなと思うのね。本当に、た、たっただをやったら、次の回からいなくなっちゃう人もいるし、ね、あれが嫌いっていう人もいれば、あれが好きっていう方もいるし、で、ちょっと複雑なあだをやると、なんか、やっぱりそれが好きな人もいれば、苦手な人もいるし、浴びななんてとんでもないっていう人もいるし、恥ずかしくてできないっていう方もいらっしゃるしね、本当に、えーみんなそれぞれ違うし、インドの先生も大変だろうなと思って、私もバサンタ先生や流れ先生のところで、生徒たちと一緒にね、やることもあって、上級のお姉さんたちは、あれだけど、子供たちはね、本当に来て、ちょっと踊ったらもうね、終わりで、パパが迎えに来るの待ってるわ、みたいな感じでね。その代わり、インドの場合はね、ほとんど毎日のように夕方ね、お教室があってっていう感じだけどね、日本の場合はね、本当に週に1回できればいい感じ。だから、なかなか、ね、こう、進むのが、あの、うん。でも、エネルちゃんはやっぱり勘が良くて、教えてて楽しかった。ありがとうございます。今でもその教えるときにいろいろうん。葛藤っていうのを聞いてすごく安心したんですけれども。あ、本当にもう、で、先うん、生、生徒さんうん、を一緒にインドに一緒に連れてくようにうん。なったのはいつ頃からですか？あれは、2000年、うん、んじゃあ私が入った時。その時の1月、要するに99年の12月の終わり頃に行って、2000年の1月1日に、インドで踊りたいってバサンタ先生にお願いしたら、会場を取ってくださったの。それで、エリネさんの先輩たち何人かでね、行って、で、とにかく衣装もなかった。ね、先発隊がいて、何人か、3、4人が、結構、旅行、時間が取れるので先に行ってもらって、サリー屋で、サリーを、あの、緑と黄色と赤を、9人いたのかなんだか3枚ずつ買って、それを自分たちでサリー仕立てにして来たの。えー、えなちゃんもダイアルディロッジ泊まったことあったよね。ね、あそこの、大部屋を、おじさんが用意してくれて、おじさんって家主
か、綺麗にしてくれて、で、そこを練習場にしてくださって、で、先発隊が買ってきたサリーを、まず、サリーできるために、普通のサリーだったから、長いので上を折ったりして、ひだを作って、みんながもうすぐに、あと安全ピンで止めればいいように、アイロンかけて仕立てて、自分たちでやったのね。それで、メイクアップの方は頼んで、で、だからその先発隊はね、お買い物が大変。私も一緒にね、行って、つけ毛買ったり、とにかくみんなのアクセサリーを揃えて、で、あの、だんだん、休暇が取れて、一人ずつやってきて、で、先生の、リハーサルをそこでやってもらって、オーケストラと初めて踊ることでね、もうみんな初めて。で、インドのオーケストラたちも、日本人のこんな団体初めてっていう感じでね、すごく楽しかったけど、もうドキドキで、本当に楽しやりかったました。ですよね。でもなんか先生すごい慣れてらっしゃる感じがしたから、私何年もやってらっしゃるのかなと思って。あれがもう初めてで、もうとにかくね、で、マイクロバスを借りて、会場に着いたらね、ちょっと遅れちゃったのね。それで、なんか、もうマハガナパティが歌ってるよ、なんだろうってね、みんなで慌ててバスを降りてね、行ったらもう、プスパンジャリっていう感じでね、もうみんなね、上がる暇もなくね、舞台にパーッと出されて、踊っちゃったっていう感じでね、だからみんなすごくいい経験、度胸がついたと思います。うん。なんか本当になんか楽しかった。普通だったらですよ、やっぱ自分が行って習いうん、たいっうん、て、他の、例えば、その、うん、なんてレディメイドのドレスうん、なんてないし、全部ね、うん、テーラーにスうん、ティッチ、全部スティッチじゃないですか。そうね、うん、でまた交渉して、うん、うん、で、もういろんなことに交渉して、もううん、生徒さんのためにね、いろいろ買い物とかも連れてってくださって、うん。もう本当に先生ってなんか、その包みえ、込む大地のような、本当にインドの大地のような、お姉ちゃんそう褒めすぎ、嬉しい。おおらかうん。さっていうのかな、なんか包み込むいや、ような先生の人柄に本いやいや、当に、インドにいるとなんかみんな優しくなるんじゃない？なんかそんなこもう、とない楽しくっですよ、全然て、あ、そう、あれ。違いますよ。まあ、それはもう先うん、生の、あれですかね、うん、いお人柄なや、んでしょうか、いや、それもうなんとも、かね、うん、でも、ほら、こう私もさ、自分ができることできないことわかるから、あ、この人にはこの才能ありっていうのをね、もうすごいピピンと、あ、この人アイロンかけ上手とかね、すごく器用で、しつけが上手とかね、もう、振っちゃうの。ああ、なんか人の才能を見極めるのが上手なのかもしすごれないでくみんなね、いすね。ろんな、こう能力が、あって、出さないだけでね。だから、あ、すごいなと思ってね。もう本当にね、うん。で、あ、この人司会上手とかね。うん。で、うんプログラム作ったりするのも、ちょうどね、デザインの仕事してる人いたし、もうね、みんなでもうね、もう、こう、あの、その、一つのね、公演やるのに、こう、ほら、演者も、あそこで、本願寺でやった時に、こう、チラシ作ってくれたり、いろいろね、やってくださったでしょ。うん、ああいうふうにね、あ、この人にはこの才能があるってね、時代っぽかった。なんかのんびりしてたからね。うん。で、ほら、あの頃はほら、スマホで検索とか何にもなかったから、うんこみんなも知らないからね。こういうものよって言えば、そういうもんだと思って、納得してたから、今みたいにいろんな情報があるとね、ああいうのもやりたい、こういうのもやりたいって言われるかもしれないからね。そういう意味では、ちょっとのんびりしてたのでね、えーうん、そういうところで助かっていたかもしれない。うん、今は大変なんじゃないかな。うん、ね、いろんな、こう、ほら、情報がすぐ入るし、こういうものだと思ってたのに違ったとかね、もっとなんか、こう、要求が高くなってるんじゃない？うん。私たちの頃は本当にもう何にもなくて手探り状態で、こう、ぶつかったら、あ、これでいいかとかね、じゃあちょっと方向変えようとかね、そういうことはもう、自然にやってたので。多分先生のフうん。レキシブルさもあるんでしょうね。なんか、こう、柔あ、軟な対応できるっていうか。
まあいいかとかね、なんとかなるっていうのが我が家の家訓なので。今、結構、ボリウッドうん。が人気だと思うんですけあ、れども、うんうんう先ん。生の考えるインド古典舞踊の魅力ってどんなところだと思いますか？インド古典舞踊の魅力ね。うん。ボリウッドも華やかで、だけど、なんかね、一人でね、じっくり踊るにはね、やっぱり古典は私はもう本当に素敵。うん。ステップだけでも面白いし、その組み合わせで本当にアダウの多様さとかね、その構成の複雑さとか、それからアビナヤのもう深さとかね、あの、じっくりやるには、私はもう本当にね、こんなに面白いものは、自分でやる分にね、面白いものはないと思ってる。ううん。ん。そう。どこに魅力をその人がこ求めるかっていうかね、自分が踊ってて、やっぱりね、エクスタシーを感じる。うん、それはなんかインド舞踊にあるなと思って、なんか素敵。私は好き。うん。うん。だからなるべく長く踊れるようにしたいなっていうのが、こね、えー今私が考えてること。あうん。の、年齢重ねてて、やっぱりね、なんか、ステップの綺麗悪いんじゃないとか思ったりするし、だけど、維持するためにはどうしたらいいかなとか、うん。うん、もっと、幅の広い、浴びないやりたいなとか、いろいろ考えて、いますね。先生のように健康で長く踊り続けるのうん。がインド舞踊家の目指すところだと思うんですけれども、う何かん。先生の秘訣はありますか？あ、秘訣っていう、あ、よく寝る。よく寝る。大切ですよね。うん。大切ですよね。で、スうん。トレスためない。うん。嫌なことはやらない。うん。だ、あの、だから、私もほら、もう、なんていうの年齢が、パパと同い年なのよ。エリナちゃんのパパと。確か。それで、あのもうちょっと若い時はね、ああしたいとか、ちょっとジレンマがあったりね、もっと広めたいとかいろいろあったけど、本当に始めた頃はね、私、横断歩道でね、隣り合わせになった人に、ちょっとインド舞踊やらないとかね、言ったこともあるのね。だから恐ろしい人だったのよね。でももう今はそんなこと言わないし、横断歩道は静かに待ってるもの。うん。すごいですね。先生のなんかコミュ力っていうか。なんか、本当に、今はね、私が元気に楽しくやってるのを見て、楽しそうだなと思ってくれる人がいればいいなと思ってます。で、今一緒に踊ってる生徒たちもね、考えてみるとね、もう25年とか30年とか近くやってる方もいて、うーん、みんなあの頃は若かったなって思うんだけどね。あちこち痛いとか、ね、出てくる人もいるしね。うん。先うん。生から元気をもらってるのかもしれないですね、皆さんね。私も笑ってます。う若いインん。ド舞踊家に伝えたいこととか、アドバイスとかありますか？そうですね、若い方、本当にね、若い方がたくさん出てきて、元気が出てきていいなと思う。で、企画力もあるしね、やっぱり自分を大切にして、若い頃は無理できるからいいんだけど、私もね、ちょっとお病気したり、手術したりして、3年前に股関節の手術をしたの。あ、そうなんですね。そうだから、右の股関節の人工股関節に入れたんですよね。で、それまでその前が、なんだかわかんないけど痛いな。で、体がなんか、で、もうちの姉なんかはね、あんな激しい踊りやってるからね、股関節が悪くなったんだとか、言っていじめるしね。それで、調べたら、先天性股関節
へえ。変形症。センテンスだった。だから、誰か親戚にいるんじゃないかとか言われてね。うん。それで、手術をしていただいて、リハビリテーションの病院に1ヶ月入院して、で、その後の、えー先生の検診の時に、もう好きなことやっていいよと言われて、で、好きなことっていうのはもちろんインド舞踊だから、これでもね、大手を振って踊れるなって、こうやったんだけどね。うん、だから、そのちょっと痛みが出た時なんかに、もう、なんか踊れないかもしれないなと思ったら寂しかったのよね。だから、やっぱり、この踊りを長くやるためには自分の体を大切にすることが大事よね。うん。本当に、手術をしないで、だましだましでもいけるよって言われた時にね、そんなだましだましの人生はしたくないから、もう手術しますって言って、で、大きな病院行って手術していただいたんだけど、本当にね、もう先生に、私はね、すぐに踊りたいから、なるべく早く手術してくださいって言って、すごく、手術も順調で、リハビリも順調に終わって、それで、その病院でね、その次の年にね、踊らせていただいて、うん、なんか、先生がすごく喜んでくださって、で、私もすごく嬉しかったしっていう感じでね、だから自分のことを大切にすることは大事。ねえ、大きい決断でしたよはい。ね。でも本当にね、手術してよかった。うん。だから、えーちょっとなんか今ね、なんか足の具合悪くて、迷ってる人いたら、あの、昔はちょっとインド舞踊やらないって言ったけど、今手術しないって言いそう。うーん。そうですか。うん。大変でね。したね。でも、本当に、やりたいっていう気持ちが、すごく、この踊りが大好きっていう気持ちが一番大事だからね。うーん。うん。この踊りを踊っていたい、なと思ってます。長く携わっていたいなって。うん。まあ、一言で言うの難しいと思うんですけれども、先生にとってインド舞踊とは？本当にね、インド舞踊を踊ってるおかげで、もし踊ってなかったらね、もしインド舞踊に出会わなかったら、なんか、やさぐれてたんじゃないかと思って。ねえ、なんか道踏み外して何やってたかわかんない。怖いわね。でもインド舞踊に出会えて、なんかこう、コツコツやることって大事。一つずつ覚えていかなきゃいけないし、で、うん、自分の体もちゃんと踊れるようにキープしなきゃいけないし、で、みんなの協力もなきゃ一人じゃあれだし、踊れないしっていうことでね、こう、本当に、こう、成長させていただきました。うーん。本当に、やってなかったら私ね、どんなふてくされた女になってたんだろうなって、30過ぎて初めてこの踊りに出会って、で、こう、それから一度も嫌いになったことはない。一度もやめたいと思ったことはない。人生のい一部っていうか、まあ、そうですね。もう、本当に自然にね、なるほど。無理なくご飯食べるのと一緒、寝るのと一緒。うん、うん。で、周りもね、なんかそう思っているみたいで、なんか、こう、本当に近所の人もね、うちの家族もね、もうみんな、なんか普通に、こういう格好して出てても平気だし、うん。とりあえず質問は以上なんですけれども、はい。何か告知か宣伝などありますか？5月の24日に、蕨市の文化ホールクルルで、リサイタル、講演があります。私と生徒2人と3人で、で、予約方法はメールでも大丈夫ですか？メールでも大丈夫です。わかりました。先生のメールアドレスを載せますね。先生の魅惑のインド舞踊バラタナティアムを踊るは Amazon でも購入可能です。あ、30年近く前に出された著書ですが、チェン内でダンスを見たい人は劇場がある
場所などはほとんど変わっておりませんし、まちこ先生のことをもっと知りたい方は、ぜひ Amazon から購入してみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では本日はありがとうございました。どうもなんかダラダラとありがとうございました。